Hello，大家开始看第三季的《欧金卡姆》了。就是前两季真的让我看得很是上头，第二季的结尾也是发生了非常多的事情。先多少来总结一下现在的阵营情况吧。基兰克显然就是跟威鲁库他们应该之前是一起要搞革命的，他们的目的应该是就是让阿伊努族独立。然后现在的话，基兰克是打算要跟他的旧的战友，就游击战友们会合，应该就是要继续他们的革命理念。威鲁库应该就是已经死透了，现在就是线索都在阿西帕身上。虽然就是最后威鲁库其实在身边的是山原，阿西帕真的知道什么吗？也不一定。其实我还是挺想看到更多威鲁库和基兰克他们的之前的故事的，包括他们是如何分道扬镳的。我承认，就是可能多少我有被基兰克的美色所迷惑，没有怀疑他一点儿，但是他长得好看也不是我的错呀。现在山原跟塔尼嘎基就是要暂时的跟鹤见他们组成联盟，暂时的联盟。英卡玛应该也是现在已经转向山原他们这边了，因为塔尼嘎基他们这一个阵营就主要是要找到阿西帕，把阿西帕带回来了。鹤见这边也是派出了自己的得力手下，但是他们可以一起去追阿西帕，但最后怎么分人就不好说了，就是也是一个潜在的矛盾吧。土方这边的话，应该还是一如既往要去，也是要去找黄金，应该是要去复兴他的旧武士制度，还有辛巴、加勇、牛山。其实他们这个阵营的人物，还是希望能了解更多一些。不得不说，我觉得土方他们这边应该还会带来更多的惊喜的，毕竟土方还是有很多老朋友或者旧的崇拜者。土方给我一种感觉，就是他有个外包团队，谁懂啊？就是他什么都可以搞到，然后不用他自己个人去拼命。死亡的人除了威鲁库，应该兜丹也是死了吧？但是二阶堂我觉得未必有死，因为他最后是被拖下去了，应该还是有希望的。我还挺希望能再看到他的。アイヌを殺したのは私じゃない。あアシリパに伝えろ。金塊。不要再让我看到这个。这音乐，但是李登看上去挺像那么回事儿的，真的像个那个少爷。北海道の最北端から約40キロか。あっという間に着いたな。北海道よりは少し小さな島なんだっけ。日露戦争の後、南カラフトは日本領になった。この当時、ロシア領の頃から定住していた漁民に加え、約1万2000人の和人が農地化のために南カラフトに暮らしていた。大泊はカラフトの玄関口だ。キロラン家たちが来てるのならば、ここから上陸した可能性が高い。小糸少尉殿、こんなに持っていけませんよ。行きなさい。必要最小限だ。少爷，他们这很危险的，来这儿。北海道へ戻る船に頼んで送り返しておけよ。北海道戻っても俺がいる場所ない。哦，他已经把他认作爸爸了，無理をする気はない。照顾一个李登已经够了。連れて行こうぜ。カラフトにもアイヌがいるらしい。聞き込みするとき、就好像二平都还在身边，想他。谷垣が責任を持て。不做保姆。まずは聞き込みだ。この写真に写ってる子見なかったかい。へえ、かわいいね。あれ、そ
そこにいるじゃねえか。嘘だろ。マジか。啊，这照片照的。本当に来てるんだろうか。北海道だと初雪はまだ1ヶ月先なのに。カラフトやばいな。小糸少尉がいなくなったぞ。軍人さんフレップ知らないの？コケモモよ。こっちでは夏の沼地にたくさん実がなるの。フレップワインはカラフトの特産品よ。小糸少尉殿、一人でうろちょろしないでください。熊孩子一会儿都看不住。飲んでみろ、月島軍曹。観光じゃねえんだぞ、ボンボンが。てめえの楽しみを優先すんなよ。服に垂らさないようにね。フレップの赤いのは洗っても落ちないから。あ、そうなの。有点料到。落ち着け、仕事。お姉さん、俺にも教えてくれる？アイヌの子だね。今日は2人目だわ。それ、詳しくあ教えて。いつも町まで魚を売りに来るアイヌのおじいさんがいてね。犬ぞりの後ろに初めて見る女の子が乗ってたのよ。所以他们这些游击军真的是在这怎么有这么多张？真的是写真。そうそう、この子よ。本当に？間違いなくこの子か。ついさっきアイヌの集落へ帰ってきたわよ。やっぱり来てた。アシェリパさんがこのカラフトに来てたんだ。啊，アイヌのじいさんが住む集落、この道を数キロ先だし。ズドラーストボイチ。すげえ、しゃべれ。月岛好可靠啊，难怪是贺建的左膀右臂。お疲れと言っていた。どんな生き物だ。それは。アシェリパさん。子供の足跡がある。こっちだ。感觉不会这么轻易让他们见到的。アシェリパさんじゃない。カラフトアイヌの女の子だったのか。あのフレップ姉さんもいい加減だな。ま、和人にとっちゃどっちもアイヌ。但他的这个服饰还挺有意思的。嘘から私落ちた。クコタヌフ帰れ。ここまっすぐ私のクコタヌフ。ソリから落ちたのに、じいさんの耳が遠くて置いてかれたから、近道で森を通ったってことだろ。あなた北海道のアイヌ？私会った北海道から来たアイヌの女の子。ちょっと待て。我服了，哥们儿800张。様子がおかしいぞ。哎，我发现熊的动画都变了。こいつがヒグマを襲ってたのか。小糸少尉殿。这是小熊猫吗？これがさっき言ってたヒグマより凶暴なやつなの。なんか弱そうだがな。つぶらの目で可愛いではないか。竜はわかるみたいだぜ。哇！哦，イタチ科最大級の猛獣である。我去！さゆえ、現地ロシア人はクマより恐ろしいという。先しろー。こいつ素早いぞ。啊，近パス。頼むぞ。好勇敢啊！さんの情報を持っている。投げるぞ。よし。
やったか。わからん。とにかく離れるぞ。他你看，永远在扛人。射不中，山原。哦啊，这好可爱啊！好有愛的大家。奶牛，虽然确实有点儿啊，哦，别这样。不是山原刚刚是在。まあそうだろう。しぶといじいさんだ。焦る必要はない。そのうちどこかに姿を現す。这下宇佐美要上位了呀！中倉か。ご無事で。もし生きているのなら、のっぺらぼうが隠されている場所ではない。多安到底死了没啊？境界道を見張っておりました。囚人の情報をつかむ。釧路へ向かう。行くぞ、中倉。監視も囚人もみんな殺された。金塊欲しさにここまでしなきゃいけなかったんですかね。对啊，欲しいのは金塊ではない。这向こうにあるものだ。それは奴らも同じだ。好尴尬的。正しいことだと信じている。大家都有各自背后的大义。に分けられる。千島アイヌ、北海道アイヌ、カラフトアイヌ。当時のカラフトアイヌは南カラフトの海岸や所以他们的服饰会有一些变化。哦，龙。臭い。何を塗っているのだ。熊の油は傷に良いのだそうです。助けてくれてありがとう。名前は？俺チカパシ。チンチンが勃起するって意味だ。勃起？私エノノカ。フレップって意味。フレップたくさん食べてゲーって全部ゲボしたからついた名前。可愛。なかったのかい？北海道から来たアイヌの女の子もうちでフレップ食べた。そう、この女の子。連れの男たちがいなかったか。3人いた。この男はいたか？いた。北へ向かうって言ってた。还有尾星和白石。女の子はどんな様子だった？元気だったか？元気ない。とても悲しそう。何も話さなかった。でもフレップの塩漬け出したら食べた。しょっぱくて酸っぱくて甘い。フレップいっぱい食べたらちょっと元気になった。ちょっと笑って。啊，好可爱啊！我救命！
ってんだあいつら。報酬の交渉だ。小井戸少尉が歩きたくないから、江ノのじいさんを雇って海沿いで運んでもらおうとしている。哦不，弾いてるぞ。あの子も小さいのにしっかりしてるな。小大人。おっぱいだ。所以都是李登付钱吗？左曲がるの。左のカールさせて。止まれはなんて言うんだ。あの建物が村で唯一の酒場らしい。のどかな村だと思って気を抜くな。他们感觉每个村儿都离得好远啊。監獄がいくつかあったが、日露戦争で日本領になると閉鎖された。では、囚人はどこに消えたのか。日本軍が上陸したどさくさで、ほとんどが逃げた。不是Tanigaki真的太壮了。Не знаю его. Никто не знает его. А что за дело у японского солдата в нашей деревне? 我去，这么何言ってるかさっぱりわかんねえぞ、酔っ払い。俺に触ったらぶっ飛ばすとこいつに伝えろ、月島軍曹。山原，哇，切换模式了都。ここはダメだ。酔っ払いしかいねえ。他很急的，山原，不要在这个时候再惹他了。どうした？犬取られた。ロシア人話しかけてきた。すごくたくさん話す。おしゃべり。その人いなくなったらイソフセタの紐切られてた。イソホセタ。戦闘の犬だ。頭に飾りをつけた。ああ。犬は私たちの家族と同じ。おしゃべりロシア人も仲間だろ。よくある盗っ人の手口だ。あ、おしゃべりロシア人だ。あいつ Иди за мной. Хотите назад свою собаку? Вы хотите драться щенка на щенку? スチェンカ。なんだ、なんと言ってる。どうやら杉本が殴り倒した男は何か賭け事の参加者で、こんなに目が腫れては出られないから責任取れと言っています。店主はこいつに大金をかけていたらしいですね。で、犬を返して欲しければ。所以类似于就是拿狗要挟他们了。店ごと潰して宗谷海峡に浮かべると。山原。伝えろ、月島軍曹。あの犬は私が高い餌代を出して雇っている。すぐに解散とそのパヤパヤ頭を三枚おろしにして犬の餌にするとロシア語で伝える。月島軍曹。越套。但是李登很帅啊。スチェンカはここで行われているそう。だから何なんだよ、そのスチェンカってのは。なんて熱気と男どもの匂いだ。スチェンカとは一体。拳击。壁対壁。
裸の男たちが数名で並び向かい合い殴り合う啊，ロシアの伝統的な就是战虎哦。壁に例えた。それがスチェンカなのだ。我以为是那种地下拳场那种。ロシアの村対抗で行われる祭りの余興みたいなものらしい。しかしある日、男がやってきてスチェンカを賭けの対象にした。そいつは奇妙な入れ墨を持つ日本人だと言っている。日本人の客も結構いるようだ。大通りや豊原からも金持ちが賭けに来るそうです。例の囚人は这几个也在。彼は強い男としか戦わない。興味のある相手がいないとスチェンカに出ない日もあるそう。スチェンカに勝ってそいつを舞台に引っ張り出すしかないってことか。あそこにおびき出せば入れ墨を確認できる。キロラン家たちは諦めて先へ進んだのだろうか。仲間と合流して戻ってくるつもりかも。その囚人はカラフトまで流れてきて殴り合ってるようなことだ。二兵鉄道とか変化像のような近海に興味のないやつに違いない。そういう囚人は逃がせば面倒だ。とにかく俺たちがスチェンカで勝つからすぐに犬を返さんと頭の毛を全部むしると伝え。月島軍曹。なんで俺たちだ。出るのは杉本だけで十分じゃないか。そもそもお前が殴ったのが悪いんだぞ。あ？連帯責任だろ。有品的。一人抜けた穴を埋めればお前ら日本人だけではロシア人に勝つ。不要小看山原。哦不，爱看爱看。月岛。这是采访吗？我好喜欢这个设计。奶牛，哇！因为他个头比较小，很好躲。不是月岛这么大块了吗？看不出来啊。他长得好像好多人。还挺有意思的，就是现在他们不仅是地理位置上来到了这个日俄势力交界的这个重要地带，更是感觉现在故事可能也会加入一些俄国势力。再加上其实阿西帕帕到底是哪国人还没有明说吧，不知道基洛兰克还有他的那些游击战友们会不会跟俄国势力有所交汇，感觉就会有更多的国际博弈或者合作了。这也是为什么可能阿西帕的身份这么重要吧，毕竟他是混血，就很容易就很好当做一个文化或者说是他们的就是革命的象征的身份。这样的话无疑会牺牲掉阿西帕的自由和意志吧。可能也正因为这个
分歧，所以威鲁库没有跟基鲁兰克他们在一起了。我还挺喜欢就是里登月岛跟塔尼嘎基和山原他们这个互动的，真的很有意思。尤其是月岛应该算是山原之后第2个男妈妈角色了。里登真的太可爱了，而且他们该帅的时候又是那么的有气魄气场，感觉现在就是阿西帕不在山原身边，山原很大程度有变回了曾经的自己的感觉，也能少有的看出他的这种焦急吧。也真的很触动他，马上第一反应就是问小女孩阿西帕她的状态怎么样，真的很难过，真的就是让我很心疼。不过这下也让我更加好奇，就是尾行他到底意图在于什么？毕竟他们这显然就是他妈印度族人自己的事情吧，他进去掺和一脚，总不能是就为了分点黄金吧？感觉不像是他的这个风格。我就是等着他什么时候可能会背刺基洛兰克的那一天。不过在就是矛盾更加升级之前，我还是很想看更多他们现在这个小队的互动的，因为他们相处起来真的太有意思，好好笑。那这视频到这结束了，我们下次再见啦，拜拜。